おはようございます。メリカミ太一です。今日はフレンチフライドポテト、じゃがいものフリットを紹介したいと思います。ただじゃがいもを切って油で揚げた単純な料理ですけども、カリカリに揚げるのは結構コツがいって難しいと思います。そのコツを今回は動画の中で紹介していきたいと思います。それでは始めましょう。まずじゃがいもを洗ってからエプルシェ、皮を剥いていきます。このように細い面をまずエコの皮むき器で一周してから、あとは大きい面をこのような感じに剥いていきます。多分この剥き方がじゃがいもを剥くのに一番早い剥き方だと思います。今回使っている品種はアグリアという品種です。このアグリアですけども、フリット、ピューレ、ソテーなどいろんな料理に使えてとても美味しいじゃがいもの一つです。このように細い面を一周剥いてから、あと平らな面を剥いていきます。もちろん剥き終わったら色が変わるのを止めるために水につけておきます。続いてフリットのサイズにじゃがいもを切っていきます。じゃがいも一好みそれぞれありますけども、今回は1センチ角のバトネのフリットにしたいと思います。もちろんこの1センチの厚さでまず切って、その後横に切って切り揃えていきます。やはりここで一番重要なことは同じサイズに切り揃えるということですね。切り揃えることによって火の入るタイミングが一緒になります。もしこれが太かったり細かったりすると、周りが焦げたりだとか火が入ってなかったりします。なのでこの時点できれいに切り揃えてください。すべて切り終わったら水の中に入れてでんぷん質、フェキュールをきれいに取り除きます。これが残っていると変に色がついたりしますので、よく全体的に水がきれいに澄んだ水になるまでよく洗って、洗い終わったら水気を切ります。この時一旦ざるにあげてから、あと、リードペーパー、紙でもいいですし布でもいいのできっちり水を取ります。ここでまず150度の油でじっくりブランシール、下揚げしていきます。この作業とても大切で、ここできっちりじゃがいもに火を入れてやらないと最後カリカリになりにくいです。低い温度150度の油でブランシール、下揚げしていきます。じゃがいもに火が入ったかどうかはこのように触って確かめてください。このように硬ければこのまましばらく揚げ続けます。この時あまりかき回しすぎると中が柔らかくなっていたら割れてしまいますので、たまにかき混ぜる感じで丁寧に混ぜてこのまま揚げていきます。この時きっちり150度を保ちながら揚げてください。こんな感じに中がピューレ状になって簡単に潰れたらブランシールの完了です。この時も丁寧にじゃがいもが途中で折れないように丁寧に引き上げます。最後、じゃがいものフリットをカリッと揚げる最後のポイントです。180度の高温で先ほどブランシしたじゃがいもを揚げていきます。このように厚めの油で表面がカリッとなるように揚げていきます。大量に入れてしまうとじゃがいもが壊れてしまいますので、少量で180度の温度を保ちながらカリッと揚げていきます。もし大量に一気に揚げたいのであれば、大きめの
鍋に大量の油を入れて揚げてもらったら簡単に揚がります。今回量が少ないので大量に入れてしまうと温度が下がってしまいます。なので少量ずつ入れて180度の温度を保ちながら揚げていきます。この美味しいフリットを揚げる4つのコツですけども、まず1つ目はじゃがいものサイズを切り揃えること。2つ目はでんぷん質をよく洗い流すこと。で3つ目は150度の油できっちりとじゃがいもに火を入れてやるということです。最後のポイント4つ目は180度の油で短時間で周りをカリッと揚げるというこの4つの点を気をつけてもらったら必ず美味しいじゃがいものフリットが出来上がります。じゃがいものフリットを失敗する原因はだいたい3つあります。まず1つ目はじゃがいもがきれいに切り揃えていないということと、あと150度で揚げてる最中に触りすぎて折れる、もしくはきっちり揚がりきっていない、あと最後に180度高温で長時間揚げ続けてしまうというこの3つの原因になると思います。きっちりカリカリに揚がったらざるにあげて熱いうちに塩します。熱いうちに塩しないと塩がのりませんので、熱いうちに塩をして全体的にまんべんなく塩が回るように混ぜてカリカリのフリットの完成です。最後熱々のお皿の上に盛り付けて熱いうちに食べてください。もちろんマヨネーズ、ケチャップ、マスタードなどを横に添えてそのままつけて食べてもらってもいいと思います。ぜひ美味しいので4つのポイントを守りながら家でも作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。